アニョンセヨ、N입니다。今日私は家族旅行でシドニーに行くので、韓国からは1人で今これから向かうんですけど、夜9時40分の飛行機なんですけど、今5時半くらいになっています。バスでずっと来てたんですけど、今デモのせいで本当にバスが進まなくて、もう2時間ぐらいずっと乗ってたんですけど、もう結構酔ってちょっと気持ち悪いです。早々からちょっと大変だったんですけど、とりあえず夜の便で朝到着するので、第2ターミナルのところにチムチルバンがあるそうなので、そこですっきりお風呂に入ってから飛行機に乗って向かって到着したら、ちょっと気持ちよく一日過ごせるんじゃないかなということで、今チムチルバンに向かっています。スパに行ってお風呂に入ってきました。陣中もしてすごくさっぱりです。ここであと少しだけ休憩してから空港第1ターミナルの方に向かおうと思います。お腹が空いたので空港のところでご飯を食べに来ました。지금은 같이 있으니까 괜찮은데 나중에 혼자 되면 좀 무서울 것 같아. 나 이렇게 마음이 불안해서 집에 못 가겠어. 내 아침까지 잘 못 자는 거 아니야? 出国審査を終えてきました。もうドキドキでバイバイするのも怖いというか、もうすごく緊張しております。ご飯も食べてお腹いっぱいでお風呂まで入ったので結構すっきりしているので、寝ようと思えば寝れるんだろうけど緊張で寝れるか心配ですね。とりあえず搭乗ゲート41番なのでそこに向かっていきたいと思います。機内食が来ました。ビビンパプか豚肉のステーキ選べたので、私は豚肉のステーキにしました。ちょっと味が好みじゃなくて全然食べれなかったです。普通にビビンバにしておけばよかった。今から寝るんですけど、これを持ってきました。飛行機は乾燥するって本当に話題だったので、一度こういうパックをしてみたくて、ちょっと今日試してみたいと思います。今のところはまだすごい乾燥している感じはそこまでしないです。なので結構むくんでいます。飛行機でこんだけ長い時間乗るの初めてだったんですけど、全然眠れなかったんじゃないかなと思います。飛行機の揺れもそうだし、楽な体勢を探すのが大変でした。なので1時間おきぐらいにね、目が覚めてたんじゃないかと思いますね。そして寝てる時機内がちょっと寒かったので毛布が必要だなと思いました。結構むくんではいるんですけど、肌の調子はバリバリにいいです。あのパック持ってきて大正解だったなと思います。そして昨日機内食結構残したからお腹が空いちゃって、朝は機内食出ないそうなので湯布うどん注文しました。Open the window shade and movement. From now on, you cannot use the easy power station. 無事到着しました。なんかお天気雨みたいな感じで、見てこんな感じで日差しは入ってるのに雨が降っています。せっかくの旅行なので止んでほしいですけど、お天気がちょっと心配ですね。今私の時計だと8時なのでかなり早く着いたのかなと思ったら、時差が2時間あったみたいです。1時間だけかと思ってました。ここから出れるの待ってるので、出れる時になったらみんなにちょっとついていきたいと思います。無事に多分入国審査を終えました。韓国の自動入国みたいにパスポートをスキャンして入国審査できるらしいんですけど、私は顔が違ったのか全然認識されなくてですね、人がいる方で終えました。だからそこでなんで入国するのとか聞かれるのかなとか結構緊張したんですけど、全然何も一言も言われずに終わりました。
今荷物を待っているので、荷物を受け取ってやっとお姉ちゃんに会いたいと思います。なんかもっと心配かなと思ったら、空港自体が結構狭くてあっという間だったので、心配する必要なかったなって思いました。無事出れました。ドキ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 。姉に会えるでしょうか。ここで会っているのかしら。前に全然人がいないのですが、いたーやっほー。無事着きました。姉は早速おトイレに行くそうなので荷物担当しています。全然感動の再会とかはないとりあえずお姉ちゃんも他のブリスベンっていう地域から来てるらしいので、結構荷物が多いんですね。なので一旦ホテルの方に荷物だけ預けに向かう予定です。すごく暑いし、雨が降ってたからものすっごい湿気てます。ジメジメだな。姉がホテルまで今タクシーを呼んでくれてます。めっちゃ海外って感じがするわ。私たちがこれから泊まるホテルはイビズホテルです。多分日本のアパホテル的な感じかなと思ってます。今ホテルで荷物だけ預けてお洋服を着替えて髪の毛をセットしてきました。コテ使いたかったんですけど、ちょっともうめんどくさいからいいやと思ってストレートのまんまにしました。ちょっと癖っ気だからポコポコしてるけどご愛嬌ということで、もともとちょっと目星つけてたカフェが結構近くだったので、そこに行ってお昼ご飯を軽く食べようかなと思います。お目当てのカフェに来ました。天気がいいからすごく綺麗。ちょっと並んでみたいと思います。パンケーキ注文しました。一緒に抹茶の飲み物頼んだんですけど、それは7分後に来るみたいなので先に食べちゃいます。ふわふわだ。おいしい。でもやっぱ聞き取りできるわ。さっきのとかもさ、7分ドリンクかかります、オーダーいっぱいあるからみたいな言ってたじゃん。嬉しい。駅に来たんですけど、めっちゃなんかかっこいい。来たー。シドニーはこの船も交通の便みたいで、ここにオペラハウスが見えるんです。雨が降っててちょっと残念なんですけど、またちょっとこれはねリベンジしたいと思います。綺麗ですね。本当綺麗。なんかどこの街もめっちゃ綺麗だし、この船でさえなんか映えて見えるよね。下で登ってる人いる。あー、本当だ、やばい。ちょっと待って、これはやばい。私たちそのブリッジを登ることにしたんですけど、今ねその登ってる人たちが豆粒みたいに見えるんですよ。結構やばいなと思って興奮。あれ怖いよね。ルナパークもすぐそこだもん。ちょっとこれで見せよう。ルナパーク、今ここの人のね絵が描いてるところに向かってます。ちょっと雨でピントが全然合わないけどここに向かいます。ピントが窓に合ってる。ルナパークに着きました。めちゃめちゃ奇妙な顔のルナパークに来ました。入場無料らしいので入ってみたいと思います。キャー、食べられる。見て、イカゲームもいるの。あそこに。ここは韓国か。やばい、ゴミ箱。面白い。これゴミ箱だよね。やば、かわいい。めっちゃテーマパークだね。多分乗り物に乗るのは有料で入場は無料なのかなという感じ。でも結構こじんまりしてるからちらっと遊びに来るぐらいでちょうどいいかもね。天気もいい感じに、今この有名な橋とオペラハウスがすごくいい感じに見えます。
こが私は行きたかったショッピング街になっているクイーンズビクトリアベビルディングです中がこんな感じになって結構おしゃれなショッピングモールって感じです。めちゃくちゃいい。ちょっとお土産なんかいいのあるか見てみたいと思います。オーストラリアの雑貨屋さんらしいです。なんか K っていうお店、色とりどりでおしゃれ。ブーストっていうオーストラリアのフレッシュジュースのチェーン店らしいので、これは絶対飲まなきゃということで飲んでみます。私はこのやつをね頼みました。一番絵が描いて何か分かりやすかったので間違いないんじゃないかと思います。ゲットしてきました。甘くて美味しい。フレッシュジュースだからなんか果肉も入ってる。美味しいわ。ちょっと暑すぎてキャミになりましたよ。めっちゃ天気良くて暑い。これココーブラック、ちょっと入ってみるかな。有名なチョコレート屋さんらしいんですけど、コアラのデザイン超可愛いんですけど、お土産にめっちゃぴったり。可愛いよねこれもお土産に候補良さそうだね。アグに来たんですけど、めっちゃ可愛いコアラちゃんいるんだけど、やば。でも多分普通に韓国で買うよりは結構安いんじゃないかなって思います。可愛いの。これはメルボルン発祥のティーらしいです。可愛い。これとかめっちゃさ、オーストラリアっぽいデザイン。可愛い。あー、これ場所によるんだね。なるほどね。あ、メルボルンでシドニーシドニーないけど、これもお土産に良さそう。候補。今こんな感じで教会のところに来ました。私この教会の前の公園でピクニックができるそうで、そこに行きたいんですけど、今日はちょっと雨も降ったから一旦保留で、またお母さんたちが来た時に来れるかなと思ってます。すごい素敵です。鮮やかですっごい素敵。今ちょうどここに映ってる教会の方に行ってきたんですけど、時間が今4時ぐらいで、ヘイマーケットっていう市場、トンデム市場みたいな感じで結構雑貨がね売っているお土産ショップがあるらしいので、向かってみたいと思います。そこが6時までなので、ちょうどそこでなんか見るもの見て、ご飯食べてホテルでゆっくりするのもいいのかななんて思ってます。今ヘイマーケットっていうマーケットシティっていうところに来ました。姉曰くタイみたいな感じで、本当になんかとんでも市場みたいな感じで、本当に雑貨がたくさんあります。ちょっと面白そう。ここで私はね、なんかコーラのぬいぐるみのキーリングみたいなの売ってたから、ちょっと狙ってみたいと思います。こんな感じでめっちゃお土産雑貨が売ってますね。見て、シドニーアグって書いてんだけど、なんかめっちゃ可愛いんだけど、筆箱、かわいい。超かわいいんですけど、私もこの子たちをここでゲットします。かわいい。こんな感じで買いました。早速バッグにつけました。ここは室内になってるから、今雨がね止んだり降ったり繰り返してるんだけど、雨でも全然お買い物できるからめちゃくちゃいいかもしれない。楽しい。私は6ドルでね購入したんですけど、全く同じのが5ドルですぐ近くの店にありました。やられた私の買ってんの見てたらお姉ちゃんも欲しくなったみたいで選んでるんですけど、どれが可愛いか結構個性がねあるよね。今ホテルの近くのベティーズバーガーというお店に来ました。もうそろそろうちの姉が疲れたということで、気分がねちょっとねよろしくないので、もう早くさっさと食べて寝ようみたいな感じなんで、レストランとかじゃなくて近くのバーガー屋さんに来ました。でもここもなんかオーストラリア発祥のところらしいので、まあいいかなという感じです。ほんとね気分屋なんですよ。疲れちゃいます。こっちもこのベティバーガーを注文したので食べていきたいと思います。なんかお肉がカリカリな感じ。
今ホテルに到着しました。もともとこのクイーンベッドだけのお部屋だったんですけど、なぜか2個ベッドがついているちょっと広々としたお部屋でした。トイレとシャワールームも全然普通で、なんか普通いい感じまでとは言わないけど、普通にいい感じです。ワンチャンちょっとスリッパとかあった方が良かったかもしれないですね。宿に着いてすぐお風呂に入ってきました。さっぱり。スキンケアはこちらを使いました。イコーリブ・オ・ブリエっていうブランドのパッドのサンプルがあったので使ってみたんですけど、これ結構もちもちになって良かったです。あと美容液はパーセルのものを持ってきました。購入品動画でこれちょっと微妙かなみたいなお話をしてたんですけど、全然いいかもしれないです。結構軽い感じはするんですけど、肌がね全く荒れないですね。あれだけ言ってきながら意外と気に入ってます。そしてクリームはベラのスリープマスクっていうのを持ってきました。これ1回分というか、23回使えるんですけど、こんな感じで持ち運び用になってたので旅行にぴったりかなと思ってこれをねいっぱい持ってきました。ちょっと初めて使うスキンケアだったんですけど、割といいかなと思いました。あとスキンケア系は AHC のアイクリームを塗りました。細かいのはこんな感じです。ちょっとね本当は長袖の T シャツで寝ようかなと思ったんですけど、暑すぎてこれ普通にお出かけする時に着ようと思ってた T シャツを今日はね巻きにしようかなと思います。それからブラトップを着てるのでブラトップだけで寝るのもいいかななんて思ってます。結構ね暑い、湿気がすごいですね。で今時間は8時半ぐらいになってるので結構余裕があるんですよ。もう疲れたってうるさいからちょっと明日の計画を立てながら動画編集をしたり、ちょっと自由な時間を過ごそうと思います。さっきマートに行った時にこれと水を購入しました。これはお姉ちゃんがオーストラリアで結構有名だよって言ってて美味しいおすすめって言ってたので、ちょっとこのちっちゃいサイズを買ってみて、あとは有名なティンタムってやつですかね。これもすごく有名でこんなに正直量いらないんですけど、これが一番ミニサイズだよって言ってたので、キャラメル味のチョコレートかなを買いました。食べきれなくてもお土産にしようかなっていうことで、家に帰ったのが早かったのでお腹空いたら食べようかなと思います。もう本当にお姉ちゃんが無理すぎてもう一人行動することにしたんですね。もう本当に息が詰まって仕方がない。今一人でバスに乗ってこのニューサウスウェールズ美術館というところに向かっています。